日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は私がオンラインで日本語を教えている4人の優秀な生徒さんたちをご紹介します。そしてこの4人の方たちはたまたま同じ時期に日本に旅行に行かれました。今私は日本に一時帰国しているので、日本に旅行に来られましたと言った方が正確かもしれません。今日はそれぞれの方たちに感想を聞いてみたいと思います。やっぱり日本人から見た日本と外国人から見た日本っていうのは少し違ってると思うんです。じゃあまず最初にお聞きするのは台湾人の60代の女性です。日本語に関してはかなりの上級者です。はい、じゃあ今回はどちらに旅行に行ってこられたんですか？今回ね、私の目標はやっぱり奥入瀬渓流のところへ行ってみたかったんです。でも残念なのはね、やっぱりもともとの目標はね、紅葉を見に行きたかったんが、でも今年多分ちょっと気候が暑くて、だから紅葉を見えずに。まだ始まってなかったですか？まだ始まっていなかったんです。そうなんですか。そう。紅葉は紅葉の美しさがあります。今の季節も今の季節の美しさがあります。だからこれも悪くないと思いますよ。そうですね。緑だったら緑で綺麗だし、葉っぱが紅葉していたら紅葉していたで綺麗だし、それぞれの美しさがありますね。そうなんです。なるほど。ただ、紅葉の季節を狙って、今の季節に旅行したので、それはちょっと残念は残念です。だからそうすると、すなわち、来年また行くかもしれないね。そうですね。そうですね。今度こそ紅葉を見に行けたらいいですね。そうそうそう。今回の旅行ね、コロナの後は、日本に旅行に行ったのは、コロナ後初めてではないですか？じゃないです。確か京都にいらっしゃったんですね。京都と大阪。でも、あの時はまだそこまで外国人のお客さん多くなかったんじゃないですか？そうなんです。でも今はね、どこへ行っても北京語で全然通じますよ。そう。今回びっくりして日本に帰ってきたら、日本の空港に外国人がたくさんいて、日本人は少ないんですよ。日本人より外国人の方が多くて、そしてニュースでも見ましたけど、今京都は人が多すぎてちょっと危険だって言われてるみたいですね。見ました。見ましたか？そうそう。でも私たちはね、今度行くのは青森の奥入瀬渓流というところ、やっぱり田舎でしょ。大都市じゃないで。でもね、あそこへ行く人はね、日本人が本当に見えなかったんです。ほとんど外国の観光客ですよね。そうなんですか。でもね、彼女今度の奥入瀬渓流の旅はね、6回目でしたよ。すごいリピーターですね。でもね、いてよかったんですよ。もし体の具合が良ければ来年また行きたいんです。じゃあ結構ハマるというか、一回行ってもう分かったからもういいっていうことではなくて、一度行ってみたらまた行きたくなる場所なんですね。奥入瀬というと。私にとっては奥入瀬渓流と白神山地好きです。海よりこういうような景色、私は大好きです。じゃあこういう場所は何回行っても飽きない。飽きない。また行きたいと思う場所なんですね。そう。おかしいのはね、他の国へ行ったら私は、こういう、なるほど、こういう様子ですよね、と分かったら、もうそんなに日本みたいに、また行きたいとは、思わないんです。そんなに思わない。どうしてなんだかずっと日本に惹かれるかわからない。まして今は冷凍のせいで早く行かないともったいない。今回どうでしたか？円安の影響を感じましたか？やっぱり安く感じましたか？特にブランド品を買うとすごくコスパがありまして、だからコスパが高いですね。コスパが高いです。はい、
じゃあ次に聞いてみるのは、香港の男性、年齢はだいたい50代から60代ぐらいです。この方も日本語が本当に堪能な方です。じゃあ聞いてみましょう。今回はどちらの方に行ってこられたんですか？まずは、はい。東京で5日間で、そまずはして、東京。はい、まずは東京、そしてうん山梨県の甲府市、山梨県で、3日間、あとで京都で5日間、最後は和歌山県で2日間。ところで、京都にいる間、日帰りで、神戸に行きました。ああ、そうだったんですか。はい。まあ、特に、石田屋、鉄板焼きステーキを食べました。もしかして神戸牛を食べたんですか？神戸牛、はい。僕たちは半分神戸牛、半分は他の和牛を注文して食べ比べました。食べ比べをしたんですね。いらしたことはありました？その石田屋に。その店で食べたことはないですね、石田屋っていう。実はちょっと、紆余曲折ですけど。はい、あったんですね、紆余曲折が。はい。実は、前もって2週間前に予約、ちょっとオンラインで予約しましたけど、でも、多分、店の予約システム、ちょっと乱れてました。乱れていて、ちゃんと予約できてなかったんですか？まあ、最初は、僕たちの予約はなかったんです。はい。それはどうやって分かったんですか？最初はちょっと僕たちの席はなかったんです。行ってみたら、で、名前を言っても、その席がなかったんですね。そうです。それは残念ですね。でも、店の人は、ちょっと調べてみたら、本当に僕たちの予約は実はあったんです。謝ったんですけれども、でも最初はやっぱり席がなくて、30分ほど待たせられました。30分。待たされたんですね。だから僕たちは、もちろんちょっと、不満があったんですね。そうですね。だからあちらのミスですね。店側のミスですね。店のミス。全く店のミスです。店の人も、謝りました。謝ってくれたんですね。謝ってくれたんです。彼たちは、最初は、飲み物はサービスって言ったんですけれども、でも僕たちはやっぱりちょっと不満の気持ちがあって、そうですね。でもちょっと食べて、ちょっとそのシェフといろいろと話して、そのシェフは実はその石田屋の社長なんですよ。社長さんだった。石田さんだったんですか？はい、石田さん。名刺ももらいました。びっくりしました。みんな、わーっと盛り上がって、その不満が消えてしまったんです。つまり社長が鉄板焼きを焼いたりしてくださったんですね。そうです。ちょっと面白い人ですよ。その社長といろいろと話したりして。他に一緒に行っていたお客さんたちは日本語ができたんですか？ほとんどはできないです。できなかったので、じゃあもう全部ほとんど通訳してあげたんですね。通訳することもあったんですけれども、ただ社長と話したりすることもあった。もう全部通訳するのは大変なので、だいたい1対1で話していることも結構あったんですね。だいたいおいくつぐらいの方でしたか？50代でしょう。どんなところが興味深かったですか？いろいろと話したりして、例えば、和牛と神戸ビーフの違うところとか、食べてみると、実は和牛の方が、脂肪分が多くて、食べるとすぐいっぱいに、お腹いっぱいになってしまったんです。そうなんですか。神戸ビーフの方が割とあっさりしてて、意外ですね。実はその石田さんは、香港に店もあるんですよ。びっくりしました。本当ですか？香港にも2つの店持っているそうです。そうですか。月末は石田さんも香港に来る予定です。
そのそうなんですか。ちょっと店にお伺いしようと思います。最初は結構なんかあまりいい気分じゃなかったと思いますけど、だんだんその人と話してるうちにちょっと気分も良くなってきて。そうですね。それに友達も大満足でした。よかったです。僕はちょっと割と下が超えてないですね。そうですか。下超えてると思いますけど、そのお友達はもっと超えてるんですね。そうですね。彼たちは前、飲食店を経営してたんです、香港で。だから彼たちは本当に詳しいです。彼たちも大満足でした。そうですか。本当に素晴らしい牛肉だそうです。それに僕たちは六甲山に行って、神戸の夜景を見ました。夜行ったんですね。夜行ったんですよ。でも、失礼ですけど、でもみんなは香港の夜景の方が綺麗だと言いました。香港はすごく夜景が綺麗なので、というのは、香港の方が多分山と夜景が近いんじゃないですか。そうです。ビクトリアピークでしたっけ？多分海があって、そしてそのすぐ近くに山があるので、結構近いところに夜景が見えるんですよね。六甲山ってちょっと高すぎて、かなり遠いところまで見えるんですけど、大阪とか。でもちょっと小さく見えるんですよね。小さく見える。そうですか。せっかく六甲山まで上がって、しかも夜寒い時に上がったのに、あれ香港の方が良かったって。でも残念だとは思わなかったんですけど、綺麗なことは綺麗ですけれども。行ってみて初めて分かることですから、行ってみたのも、これも一つの体験ですので。はい。じゃあ次に台湾人の50代女性にも話を聞いてみましょう。今回どちらに行ってこられましたか？旅行は。先月の20日から24日まで、5日間北海道に遊びに来ましたね。そうですか。今回は自由旅行ではなかったんですか？ツアーですか？はい、ツアーです。私の考えは北海道はちょっと変わりました。そうですか。変わったは景色ではなくて、景色は相変わらず綺麗で、空気も美味しいでした。美味しかったです。ただ、ホテルの設備とか、レストランの品質は前よりちょっと下がりました。下がりました。それは残念ですね。それはどうしてだと思いますか？私ね、理解できました。なぜかというと、このコロナウイルスのせいで、3年間ぐらいお客さんがほとんど来なかったね。そうですね。だから経営難しくなって、洞爺湖の周りの、大きいホテルでも和室ですけど、壁の紙はちょっと剥がれてる感じ。壁紙が剥がれている。全部剥がれてるわけじゃないけど、剥がれかけているっていうことですか？はい、そうです。剥がれかけている。私びっくりした。私イメージの日本のホテルはこのようなことはないと思います。だからちょっとショックでした。つまり以前同じホテルに行ったことがあるんですね。ありました。でも大丈夫でした。なぜかというと、景色は同じ、綺麗な景色。でもやっぱりホテルのサービスも大切ですよね。でもこれは仕方がないね。今お客さんが突然たくさん来て、レストランの対応も間に合わない。対応が間に合わないかもしれません。で、以前は本当に全然お客さんがいなかったので、そしていつまでこれが続くかわからなかったので、いつその改修工事をしたらいいかわからなかったかもしれませんね。ちょっとタイミングを逃したかもしれませんね。でも大丈夫です。楽しかった旅行でした。
じゃあよかったです。そして、はい前よりね、うん自動販売機の数が増えました。そうなんですかこ。れは、はい。私ね、街を歩くと、はいあちこちね、自動販売機を見かけました。多分ね、前ウイルスのせいで、人と人、できればうん接触しない方がいい。だから、ら全部自動販売機設置して、自動販売機で買えます。なるほど。だからコロナのせいで自動販売機が増えたんですね。これは私の個人的な考えな多分そう合ってると思います。ちなみにですね、今まで日本に今まで旅行に行ったのは何回ぐらい行かれましたか？本当ね、うん数えないぐらい。数えきれないぐらい。数えきれないぐらい。もう20回以上はありますか？もっとありまもっしとた。30回以上もありますか18歳から、は今50何歳か。年に1回、2回ぐらい行きます。年に1、2回行ってるので、まあ多分3、40回ぐらいは行ってるということですね。で、今まででどこが一番良かったですか？神戸が一番良かったと思います。嬉しい。そうですか。あれは留学でしたね。旅行というよりも留学ですね。短期留学ですけど、あちらは若い時の思い出がいっぱいありました。だから、神戸が一番いいと。そうですか。それでね、今までも何回も何回も日本に行かれてますよね。30回かもしれない、40回かもしれないんですけど、そんなにたくさん何回も日本に行っても飽きないんですか？飽きたということはなかったです。日本の土地にタッチしたら何とか嬉しくて、幸福な感じが湧いて。はい。じゃあ最後に台湾人の若い男性に話を聞いてみましょじゃあ今回はどちらに行ってこられたんですか？今回は、はい東京に行きました。今回行った場所は以前行ったことがあるところでしたか？あります。例えば、池袋や代々木公園の周り。代々木公園とか、周りは以前にも行ったことがあったんですね。はい、そうです。へー。で、前回行ったのはコロナ前でしたか？そうですね。4年前。 4年前。前回と今回で何か違いを感じることってありましたか？そうですね。前回と今回と比べて、3つの、違う点が気づきましたね。気づきました。どんなことですか？はい。はいまず、タピオカミルクティーのお店が、はい以前4年前はタピオカミルクティーの店がたくさんあったんですね。結構短い間にもうそのブームは過ぎ去っていったっていうことですね。そうですね。なんとなくちょっと寂しいです。他にはどんな点が違うと思いましたか？あと、もう一つは、今回は、中国人より、韓国人や東南アジア人の、多いです。観光客ですか？観光客です。はい、4年前は中国大陸の方が多かったのに、今は、他のアジアの国の人の方が多い。そうですね。はい。そして他にも気づいたことはあるんですか？はい。最後は、なんとなく、日本人の女性の化粧が薄くなっている。化粧が薄くなっていた。4年前もっと濃い化粧だったのに、今回もっとナチュラルな感じになってたんですね。ナチュラル、そうですね。じゃあこれも多分流行の関係ですね。ちなみに、今回でその留学も含めると何回目になりますか？実は今回は1回目です。今回2回目。1回目が留学。はい。じゃあ初めての日本が留学だったんですか？そうですね。はい。初めて。で、今回2回目。じゃあこれまでの、日本旅行というか、日本滞在の中で何かすごく印象深いことはありますか？はい、あります。4年前に、学校の周りに台湾料理のお店が、台湾料理のレストランがあったんですね。はい。このレストランは、ちょっと、多分日本人にとってちょっと特別です。このレストランは、ベジタリアン向けのレストランです。確かに、
台湾ではベジタリアンレストランは多いですけど、日本では少ないですよそうね。ですね。はい。で、このレストランを経営してる人は台湾人の方なんですか？オーナーはうん。台湾人です。今は二人がいます。一人は台湾人です。もう一人はオーナーの娘さん。娘さんはハーフです。ハーフ。このレストランがあるっていうことがすごく印象深いことだったんですね。そうですね。そして今回の日本旅行も再びこのお店に訪れます。そうですか。じゃあ留学期間中に、例えばちょっと寂しい気分になったら、そのレストランに行って中国語喋ったりしてたんですか？そうですね。4年ぶりに再会して、本当に嬉しい。はい、どうでしたか？特に日本には何回も行っているけれど、日本旅行に飽きることはないとおっしゃっていた方たちが多かったのが印象的でした。日本人としてはとても嬉しいです。皆さんは最近どこかに旅行に行ってこられましたか？よかったらコメント欄で教えてください。また私のオンラインレッスンについても説明欄に載せておきますので、そちらから見てください。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。